ご視聴ありがとうございます。ゆうたびです。草津に向かう移動中の車内からお届けします。このチャンネルはコスパのいいホテルやちょっと贅沢なホテルなどを紹介していきます。国内旅行やホテルステイが好きな方はチャンネル登録してくださいませ。湯畑のあたりにやってきました。さすが中心地、人がたくさんいますね。初の草津なので湯畑に感動を覚えつつ、ホテルの駐車場を目指して進みましょう。ホテルの看板が見えてきました。ここを左折するようです。ここを曲がればホテルの駐車場。無事に到着。創業は江戸時代の中期と草津温泉の中でも歴史のあるホテル1位。こちらに一泊お邪魔させてもらいます。こちらが本館。一番湯畑に近い棟でレセプションもこちらにあります。そして右手に見える別館、奥に見える西館。全部で3棟ですね。本館の中に入りました。車寄せから入るとこちらのロビーがお出迎え。こちらがレセプションですね。早速チェックインしちゃいましょう。チェックイン。まずは撮影の件でいろいろと流れの確認を。館内の案内を使ってお部屋や温泉の案内も。本館エレベーターで4階へ。ロビーは3階だったみたい。本館客室階の廊下。時代を感じますね。今回アサインいただいた401号室、和室10畳のお部屋。ずっと昔って名前が書かれた紙が貼り出されてましたよね。鍵はシリンダータイプ。早速鍵を差し込んで鍵を開けてルームツアースタートです。お部屋に入りました。ザ・和室という廊下ですね。今回のお部屋の位置と避難経路はこちら。鍵は手動なので入室したら忘れずに施錠しましょう。入り口の横に懐中電灯と生け花、靴箱とシューホーンも。土間部分にはホテルロゴ入りの館内用スリッパ。さて主室へ向かいましょう。こちらが10畳の主室となります。4名泊まれるので結構広いですね。このお部屋は何といっても眺望が。そう、草津温泉湯畑を眺めることができる眺望となっています。この湯畑眺望の和室10畳のお部屋は限定20室となっています。夜はこの一帯がライトアップされるので夜も楽しみですね。後で自分たちも少し観光を楽しもう。窓際にある広縁。中心にはテーブルと椅子が2脚。奥にあるこちらの扉の中はクローゼットになっていました。ハンガーは少なめ。浴衣も各種サイズ用意されていました。斑点もハンガーに4つほど。浴衣の帯と短冊。寒い日も安心ですね。バスタオルもこちらに用意されていました。そしてブラシ。個包装された足袋。こちらの袋の中には手ぬぐいと歯ブラシセット。ヘアドライヤーはテスコム製でした。クローゼットの下に予備の床ごと肘置き。反対側も見てみましょう。冷蔵庫などがありますね。電気ポットかと思いきやタイガー製の電気ケトル。グラスも十分な数が置いてありました。収納力バッチリな冷蔵庫。まさかのミネラルウォーターも人数分。
地元群馬の片品村で汲んだ尾瀬の天然水。まさに金庫と言わんばかりの金庫ですね。時代を感じます。改めて主室を見ていきましょう。やはり10畳あると広いですね。まずはこちら。これは中にエアコンが仕込まれてますね。こちらにも床語が。筆記用具と客室内電話機の使い方案内。空調スイッチ。客室内電話機。空調設備のある台から視線を移してこちらに背の高い鏡が三面鏡になっています。電源タップが最初から用意されているのも和室だと特に嬉しいですね。除菌消臭スプレーはポーラのアロマエッセゴールド。ティッシュはこちらに。主室の真ん中にあるこちらのテーブルをチェック。小腹空いた時に嬉しい湯の花まんじゅう。こちらの木箱の中にはたくさんの湯飲みや急須、茶葉が入っていました。館内の案内などがスマートフォンでも確認することができるみたい。大浴場が混雑する時間帯なんかも見ることができました。チェックイン時にいただいたこちら。キーホルダーの裏面には一位旅館の文字が。鍵は人数分でした。リーフレットの中は各客室の案内やレストランの案内、大浴場の案内など。交通の案内。こちらはロビーから持ってきました。周辺にいろいろお店があるみたい。そして館内の案内。朝食、夕食ともにいつでも恋のスタイル。裏面には大浴場や Wi-Fi の接続情報、ラウンジ案内など。Wi-Fi の速度はダウンロードが 19Mbps、アップロードが 70Mbps と少し遅め。こちらの押し入れには何が入っているのかな。寝具などがしまわれていました。夕食のタイミングで就寝準備とかしてくれるのかな。押し入れの隣には床の間がありますね。床の間はこんな感じ。テレビがあるくらいですね。テレビはスマートテレビ非対応。こういう時のためにこういうのが欠かせませんね。廊下に戻り、ルームツアーの最後はいつも通り水回りを見ていきます。扉の先は洗面所となっていました。ところどころ時間の経過は感じますね。フェイス&ハンドソープはコーセーのネイチャー&コー。コップ、そしてペーパータオル。ペーパーは本当ありがたいです。こちらが浴室かな。給湯についての注意書き。お部屋のお風呂に入るときは注意ですね。中は至ってシンプルなバスルーム。温泉ではありませんのであしからず。1位の刺繍が入ったバスマット。たまーに見かけるバスアメニティたち。浴室から出て洗面向かいのこちらのドアを。ドアの中は予想通りお手洗いとなっていました。足元にはスリッパも。予備のペーパーが入ったカゴ。東芝製のウォシュレット。ペーパーホルダーは2ロールあるので安心。他の客室もご紹介。まずはホテル1位の最上級のお部屋の湯畑川エグゼクティブルーム。こちらは山側のエグゼクティブルーム。別館にある二間続き特別室。一番オーソドックスな眺望お任せ和室10畳。
4人以上の時はこちらのお部屋になるそう。別館にはベッド和室も。ベッドがいい場合はこちらですね。よくしていただいている知人からのリクエストで、館内のバリアフリー対応状況も公式情報でご紹介。細かく書かれていますね。お昼に食べたお食事を紹介します。と思ったらホテルのすぐ目の前で何か配っていました。幅広で平たい麺と野菜を一緒に煮込む群馬の郷土料理、お切り込み。初めて食べたけどとても美味しかったです。さてさて、お切り込みも試食させてもらったので、今回気になってたお店へ向かいます。湯畑のすぐそばにお店を構える焼肉あがつまでランチをいただきます。ミニサラダやミニ漬物、ライス、スープがセットのランチメニューがあるみたい。比較的若い方中心に賑わっていました。壁にいろいろとおすすめ料理のメニューも。炭がセットされました。そしてミニお漬物、キムチとナムルですね。炭にも網がセットされました。そしてこちらがミニサラダ。そして豚肉が2人分ですが結構なボリューム。せっせとお肉を網にのせ焼いていきます。ちなみに火がかなり弱かったので途中から店員さんにお願いして強くしてもらいました。白飯とお味噌汁も運ばれてきました。お肉が焼けるのをまだかと待ちます。この待ち時間も楽しいひととき。お肉が上手に焼けました。編集中の自分が一番食べたい。外に出たら焼き鳥の販売も終わっていました。気になる方はぜひ訪れて食べてみてくださいね。ここからはホテル内施設を紹介していきます。まずは本館の3階から。本館の入り口に温泉大賞の番付が掲載されていました。草津、さすがです。こちらがレセプション。一位旅館の看板も飾ってありますね。レセプションの正面にはロビーが広がっています。席数もかなりあります。ロビーでは8時から21時までの間、セルフサービスでのドリンク提供をしています。コーヒーや紅茶をいただくことができます。また色浴衣のレンタルなんかもやっているそう。こちらには各サイズのセッタ、色浴衣の利用案内も。1着800円でレンタルできるみたいです。こちらは喫煙室。本館ロビーと別館2階エレベーターホールにあるみたい。クリスマス近くだったのでツリーも。ロビーからテラスに出ることができるみたいです。早速出てみましょう。テラスに出てきました。椅子やテーブルもあるみたい。結構広く作られてるようですね。テラスからの眺望、湯畑がより近く感じられますね。次は本館の2階を見ていきましょう。2階には宿泊者専用ラウンジの桜があります。ラウンジに入るためにはレセプションでラウンジ専用のカードキーを受け取る必要があります。早速中に入りましょう。中に入ると廊下が続いていました。ラウンジ内の様子はこんな感じ。窓際を中心に座席がいくつかありますね。見づらいですが壁にプロジェクターが投影されていました。ラウンジ内にあるドリンクコーナー。日本酒とワインのサーバー専用コインが必要で3枚500円で購入できるそう。エグゼクティブルームの宿泊者は1人3枚無料みたいです。
紅茶のティーバッグも、砂糖やミルクも完備。ウォーターサーバー、コーヒーマシン、コンセント完備のカウンター席、ラウンジからの眺望、テラスよりさらに湯畑に近づきましたね。2階にある大正ロマンをコンセプトにしたお食事処、君のロマン。このイラスト何のキャラだろう。君のロマンでは和食コース料理をいただけるようです。どれも美味しそうですね。そしてもう一つのレストラン、あららぎ。以前はこちらがビュッフェ会場だったみたい。さて本館の1階を紹介していきましょう。1階はホテル1位のお土産センターとなっています。まだまだ奥が。こちらにはソフトドリンクやお水のほかお酒などもたくさん並んでいました。他のホテルや旅館でもこの規模感はなかなか見かけないですね。そしてこちらにはいろいろな食べ物が並んでいますね。これだけあると選ぶのにも時間がかかりそうです。1階、湯畑側から入れるお土産センターのところからぐるっと一周見渡します。4ブロックくらいに分かれている感じに見えるけど本当に広いですね。ちなみにお土産センターのフロアマップも公開されています。さて本館の次は別館をまとめてご紹介していきます。別館5階には整体と足もみどころがあるみたいです。そして別館4階には宴会場も。そして別館3階、こちらにはお目当ての大浴場があります。館内スリッパをこちらのクリップで挟みましょう。こちらが大浴場の入り口。館内スリッパは靴箱にしまうみたいですね。湯上がりどころもあります。奥は男女それぞれの大浴場に分かれているみたい。まずは男性大浴場から紹介します。入り口通ってすぐにアメニティが T 字カミソリやヘアブラシ、ヘアゴム、コットンセット、クレンジングミルクや洗顔フォーム、ヘアトニック、オールインワンジェル、フェイスパック、ヘアリキッドワックス。こちらが男性用脱衣所。結構広いですね。ロッカーはオープンタイプ。パウダールームは半個室のようになっているのも嬉しい配慮。ヘアドライヤーは小泉製かな。洗面台は3つありました。こちらにもドライヤー等完備です。まずは大浴場の内湯である石田。こちらは白旗源泉を引いています。pH 値は 2.06 の酸性となっており、硫黄分を含み日によっては淡く白濁するそう。入り口に幼児用のバスグッズ。湯温が44度前後と高温浴ですね。こちらは42度前後と温浴。こちらは美温浴ですね。3パターンあるの嬉しい。洗い場も十分な数がありました。できればついたて欲しいな。そして露天風呂の石庭。こちらは白根山磐梯高源泉を引いています。pH 値は 1.7 と草津温泉で最も酸性度が高く、湧出量も一番です。湯船に浸かると肌がピリピリするのが特徴的ですね。どちらの湯も素晴らしかったです。さて次は女湯へ。ちなみに男女入れ替え制となっています。中に入ると先ほどと似た作りとなっていますね。
こちらもアメニティ完備。脱衣所の中もおおむね同じような感じですね。ウォーターサーバーも洗面台も同じですね。内湯入り口には幼児グッズ、こちらにはついたてありの洗い場が。こちらの湯は淡く白濁していますね。座り湯もありました。珍しい。露天風呂にやってきました。こちらも同じ感じですね。皆様もぜひ一位に来たら両方とも堪能してくださいね。夕食の時間になったので別館9階のビュッフェダイニングトウーンにやってきました。通路を進みレストランの中へ。入り口にいたスタッフさんに話しかけビュッフェ台の説明を受けながら進みます。こちらがメインのビュッフェ台。かなりの数のお料理が並んでいます。2024年10月にオープンしたレストランというだけあって綺麗で座席もたくさん。さてお料理を見ていきましょう。レストラン入り口にはお酒が。飲み放題は70分2200円とのこと。こちらはドリンクコーナー。ブレンドティー、アップルジュース、オレンジジュース、ソフトドリンクサーバー、コーヒーマシン、お茶のサーバーも、カトラリーなどもこちらにありました。ビュッフェ台、まずはこちらの列を見てみましょう。高原野菜サラダ、千切りキャベツ、ブロッコリー、オニオンスライス、ミニトマト、海藻サラダ。ドレッシングはこちら。海鮮、キノコのバジル風味、清流サーモンと秋ナスのエスカベッシュ、野菜スティック。野菜スティックのお供たち。フレッシュフルーツ、好きなものがいっぱい。湯畑の前にある月の井のクリームコルネ。アップルパイ、玄米ケーキ、マスカルポーネフレーズ、ラズベリーノワゼット。まだスイーツがある。温州みかんプリン、ソフトリンゴプリン、柿プリン、抹茶プリン、チョコレートファウンテン、マシュマロとミニシューも。対面のこちらの列も見ていきましょう。一番の見どころなのではとも言えるすき焼き鍋があります。上州牛、そして大和豚も。これ食べ放題でいいの？割り下もバッチリ。生卵もあります。お味噌汁、かぼちゃスープ、お味噌汁の具材たち、白飯、きのこと山菜の炊き込みご飯、お漬物たち、ミニクロワッサン、バターやジャム、小皿シリーズ、いちじくのワイン蒸し、蒸し鶏南蛮漬け、柿とホタテの白あえ、下仁田こんにゃくの酢味噌あえ、酢味噌、下仁田こんにゃく味噌おでん、味噌だれ、上州名物焼きまんじゅう、ひもかわうどん、うどんの具材たち、ズワイガニまで、カニス、レモン、イワナの塩焼き、上州名物もつ煮込み、赤城地鶏の照り焼き、ミートローフ、松茸茶碗蒸し、
群馬の煮カツ、エビチリソース、上州麦豚黒酢あんかけ、四川風麻婆豆腐、上州地鶏の唐揚げ油淋鶏、ビーフシチュー、特製ビーフカレー、ブルスケッタ、きのこと秋野菜の海鮮クリームパスタ、赤城地鶏のトマトソース煮、秋野菜ときのこのキッシュ、アヒージョ、フライドポテトケチャップ、カットされたピザが2種類、アイスクリームもたくさんの種類が。ライブキッチンカウンターにやってきました。まずは小籠包、上州牛のステーキとローストビーフ、温泉卵の鉄板焼きチーズソース仕上げ、天ぷらもあります。塩は抹茶、岩塩、ゆかり、握り寿司もあるんです。ネタも11種類と豊富。寿司ネタの大きさがやばくないですか？回転寿司では見れないレベルです。これは食べないともったいないですよ。早速握ってもらいました。うなぎ、卵、マグロ、エビにしました。お作り盛り合わせ。持ってきたお料理たち、あれだけあると持ってくるもの悩みます。お寿司もとても美味しかったなあ。いくらでも食べたい。小籠包もいただきました。結構大きい。そしてすき焼き鍋、お肉たくさんいただきました。他にもいろいろ持ってきました。どれも美味しすぎて大食い選手になりたい。誕生日付近の宿泊だったこともあり、プレゼントもありがとうございます。食べ終わったら受付時にいただいたこちらのカードを受付に返しましょう。ごちそうさまでした。お部屋に戻ってきました。寝床の準備がされていました。お部屋から外を見ると湯畑がライトアップされていました。早速自分たちも外に出てみましょう。外に出てきました。ライトアップがすごいですね。クリスマスツリーのライトアップもかなり派手ですね。そして雪も降ってきました。なんだか趣がありますね。まさに観光地という感じ。改めてまた湯畑。湯気も含めてライトアップされていて、なんだか幻想的。湯どいを通ってきた源泉が最後に集まってできた湯滝、迫力がすごい。周辺に宿泊している観光客と思われる方々が本当に多かったです。そろそろホテルに戻って朝食に備えて寝るとしましょう。おはようございます。朝がやってきました。夕食が豪華だと朝食はどんな感じなんだろうってついつい期待しちゃいますよね。朝食も同じ会場でいただきます。では早速紹介へ。朝食もこちらの列から見てみましょうか。ブロッコリー、高原野菜サラダ、海藻サラダ、オニオンスライス、かぼちゃサラダ、マカロニサラダ。ドレッシングはこちらの3種類。
ごまあるの嬉しい。フルーツポンチ、マンゴーソース、ミックスベリーソース、ヨーグルト、フレッシュフルーツ。スイーツのコーナー。抹茶わらび餅、チョコわらび餅、みかんわらび餅、カヌレも出てきました。きなこわらび餅、黒蜜もしっかり。そしてこちらの列、梅干しとおかゆ、白飯の隣にお茶漬けの具材たち。こちらは茶漬けだし、群馬県産の納豆、お味噌汁、ポテトスープ、どちらも美味しそう。おしんこ3種、ソフトロール、ミニメープルピーカン、ミニシナモンデニッシュ、マグロのブツ、温泉卵、花豆の黒蜜煮、イカの塩辛、イクラおろし、さつまいもレモン煮、ガンモ、ピリ辛こんにゃく、モロヘイヤうどん、うどん汁、うどんの具材、サンマの佃煮。こちらは焼き魚ですね。サバの炙りと塩鮭切り身。一田屋さんのおから、美味しそうな煮物が赤城地鶏の筑前煮と秋ナスのみぞれ煮。ついつい食べちゃうジャーマンポテトとオンソーセージ。粒マスタード、ケチャップ。ちょっと珍しい見た目のフライドポテトとカリカリベーコン。シーフードグラタン、ホテル1位特製チキンカレー。厚焼き卵とポトフ。醤油、からし。肉シューマイ、秋野菜のチャプチェ。ライブキッチンカウンターにやってきました。蜂蜜が3種類。そば粉パンケーキ。フレンチトースト。朝食ではオムレツを作ってもらえるみたいです。早速全部入りで作ってもらいました。デミグラスソースとケチャップ。お茶のサーバー、コーヒーマシン、ソフトドリンクサーバー。アールグレーティー。アップルジュース。まずはこちらを持ってきました。サラダとうどん、マグロですね。そしてオムレツ。デミグラスソースをかけていただきます。カレーと納豆もいただきました。どれも美味しかったです。ごちそうさまでした。名残惜しいですが、チェックアウトの時間となりました。ホテル1いかがでしたか？草津温泉の中心地である湯畑の目の前という好立地にあり、2つの源泉を贅沢に引いている歴史あるホテルです。歴史はあるものの、お部屋のリニューアルも行っていたり、ビュッフェレストランも2024年にリニューアルしていたりする超おすすめホテルです。さて、気になる料金の発表です。ヤフートラベルからの予約で土曜宿泊2名1泊2食付きで49,500円でした。
1名あたり24,750円です。5,500円分のポイントを即時利用しての金額です。いつもはここで終わりですが、少し草津観光をしたこともあり、その様子をお届けいたします。草津温泉の YouTube ライブ配信の様子が見れる場所がありました。さて、タイミングよく草津温泉のシンボルとも呼べる熱の湯の湯もみと踊りショーが見れそうだったので並んでみました。観覧料は1名あたり700円です。無事購入できました。自分たちがこの回のラストでした。熱の湯の中に入りました。とてもたくさんの方がショーを心待ちにしていますね。しばらくして明かりが落ちました。そろそろ始まるのかな。再度明かりがついて始まるようです。せっかくなのでリアルな音をお届けします。草津節を聴きながらの湯もみショー、そして大迫力のこちらのシーン。かなり体力使いそうです。とても素敵なショーでした。ちょいなちょいな。熱の湯を出て裏草津の方面に向かいます。裏草津に何があるかは正直調べていないのですが、やはり気になっちゃうので見に行ってみます。裏草津に向かう人も結構いますね。先に進むと何かお店が見えてきました。湯畑源泉を引いている温泉付き宿泊施設、源泉一の湯。さらに先に進んでみます。地蔵カフェ月の顔。併設する漫画堂で漫画を楽しむこともできます。さらに先へ進みます。地蔵源泉を引いた温泉が楽しめる宿泊施設、裏草津等、いつか宿泊してみたい宿の一つです。そのすぐ目の前に目洗い地蔵と呼ばれる場所がありました。こちらが地蔵の湯の湧出地みたいですね。硫黄の香りも漂っています。そして地蔵村ですね。あとは顔湯なんてものもありましたよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。ゆうたびでした。